はい、というわけで、はい。カラカラ TV2 回目になりますけれども、はい。はい。主会のキョナチでございます。はい。イラストレーターのピーチキューです。はい。シナリオライターのキョナチです。すみません。はい。解かないとね。はい。この番組はですね、ゲーム制作ブランドのカルムの提供でお送りしておりまして、新作、まさに本日発売なんですけれども、カラカラというゲームがですね、紹介を兼ねまして、その舞台であったりとか、あとキャラクターなどのですね、紹介などをしていくという目的の、番組でございます。というわけで、は6月の27日なんですけれども、はい。ついにカラカラが発売されてしまいました。はい、発売されました。発売されてます、きっと。はい。もうね、もう10万本ぐらい売れてると思うんでね。ハードル上がっちゃう。はい。ということでね、皆さんはもうまさに、今、プレイしていただいていると思うんですけれども、こちらの方ですね、ぜひ、感想とか、あとはその質問とかもあると思うのでね、そういったものを Steam のフォーラムの方にお寄せください。で、その中からですね、ご意見とかご感想とかを、取り上げまして、今後の放送で紹介していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。ぜひ、何でもいいので、お気軽に書いてください。はい。ね。さて、今日はですね、前回が、舞台とかですね、あとはストーリーとか、そういったところについてのお話というのをざーっとさせていただいたので、今回は193の方の、キャラクターデザインの話をしていければと思います。はい。はい。で、一人一人、今回メインのキャラっていうのがですね、女の子のキャラで言うと3人いますので、この3人を一人一人取り上げながら、ちょっとそのデザインの話をしたり、あとはそのイベントへのね、話とかもしながら、皆さんとちょっと過ごしていければなと思っております。はい。じゃあまず、アイシアの話からしていきましょうか。はい、そうですね。アイシアはまず一番最初にキャラクターデザインをするときに、いつも使ってるクッキー帳に、なんかすごい楽しそうなキャラだといいなと思って、で、自分もゲームをやってて、一緒にいたら楽しいと思える子がいいなっていうのと、やっぱ見ていて、仕草が見ていて、なんか飽きない子が、なんかメインストーリーで動き回ると、すごい楽しい話になるんじゃないかなと思って、アイシアを先に書かせてもらいました。はい。今回、そのメインとして、アイシアには犬の尻尾と犬の耳がついてるんですけど、結構レオンに対してすごい犬っぽいというか、なんかそういうワンワンの懐きやすい仕草ってほんとキュンってくると思うんですけど、そういうところを絵的に反映できたらいいなと思って、今回、意識して書きました。はい。ふわふわしてますよね、なんか。そういったイメージがすごく絵と雰囲気からも伝わってくる感じなので、犬だなと思って、お話の方もかなり犬っぽい感じ作ってます。そうですね。なちさんにはイラストをお渡しして、その後にプロットをいただいたときに、すごい反映させていただいてて、すごい思った通りだなと思いました。はい。もともとこれ、だってゲーム始めるときにどういう風になゲームがいいんだろうねっていうことを言ってて、で、なんか、ヒロイン、いわゆるメイン格っていうのが2人いるといいねっていうところから、自由に書いてもらったんですよね、最初に。はい、そうですね。そう。実はこのお話っていうのは、お話が先にできたんじゃなくて、キャラクターから先に生まれたっていう実はね、秘密があるんですけれども。そうですね。黒木帳からね。そうですね。はい。コーヒーのシミこうしてて。それは言わんで。こうしてやし。スキャンした時に消そうかなと思ってたの。こぼした時に、って思ったんやけど、気づいたらそのまま、プロデューサーに渡してて、でも、大丈夫やろうと思ったら、後でめっちゃ突っ込まれたっていう。ナチさんにめっちゃ突っ込まれたっていう経緯がありましたよ。それは気づくよねっていうね。悲しい。そんな感じでアイシアはね、すごいホコホコした、あったかい感じのキャラになっておりますということで。はい。そして、二人目。まさにそのアイシアと対をなす感じのヒロインなんですけれども、ルーシャ・ヘインズですね。はい。ルーシャについてはどんな感じでした？そうですね。ルーシャは、やっぱ元気で飛び回る系の、懐く系の
アイシアに対して、やっぱルーシャはそれに対して対になる感じにしたいなっていうのと、あと個人的には、そういう元気なキャラも好きなんですけど、やっぱちょっと落ち着いた感じのクーデレとも言い切れないんですけど、そういうキャラが実は一番個人的には好きだったんで、こうクールで、素直になりきれないんだけど、実はめちゃくちゃ主人公のことが好きっていう感じのところも合わせて、なので、耳と尻尾も猫に、ツンデレの猫にさせてもらって、はい、で、ちょっと目も、アイシアほどパーッとしてる感じじゃなくて、落ち着いた目元を意識して、あと、アイシアとはちょっとだけ背が小さい感じで、守ってあげたくなるような感じを意識して描かせてもらいました。はい。まあ、猫っすよね。そうですね。猫ですね。はい。だからね、実際本編をやってもらったらわかると思うんですけども、主人公のね、レオン君がこう夜遅くにこう一人でこう仕事してたらですね、なんか普通にこう、ちょこちょこ寄ってきて、別に抱きしめてほしいとは言ってないんだけど、だから来てツンデレじゃん。だけどもう分かってんじゃんみたいな感じのね、そんな感じのこう、可愛らしいキャラでございまして。はい。声優さんもね、非常にこうぴったりな感じの声が歌ってるので。そうですね、本当に。ルシアはね、結構作中というかお話の中でも、特に第1話なんかは結構多く出てくるところがあるので、ぜひ楽しみに見てもらえるといいなと思ってます。はい。じゃあ次3人目になるんですけれども、カレン、お姉さんですね。はい。はい。そうですね。カレンのお姉さんは、私あんまりカレンさんみたいなお姉さんキャラを描くことがないので、どういうキャラクターなのかなっていうところからいろいろ考えたりしたんですけど、今回結構その主人公をリードしてくれるっていう感じのキャラなんで、ちょっとだけ頼れる系の感じを意識させていただいたのと、あとやっぱりちょっとそういうお姉さん系ってちょっとふにゃっとしたところがギャップというか可愛いだろうなって私は思ってるので、そういうところが出るようにちょっと意識した感じで書かせてもらいました。はい。どっちかっていうとキリッとしてる系のキャラではあるんですけれどもね。ただ実際にキャラクターのそのデザインというか外見自体を上がってきて見たときに、やっぱり19さんの優しい絵の感じが出てていいなとはすごく思いましたね。よかったです。はい。なんかどうしてもね、キリッとしてる感じだけになっちゃうとちょっときつい感じなのかなっていうのがあるんですけど、まあ、カレンの場合はね、普通にこう年代的にも主人公たちにまあ結構近いですし、なんかその辺の幼さみたいなところもちょっと見えるといいなみたいなのがあってね、そこが出てるんじゃないかなと思ってます。はい。はい。まあ、この人もね、いずれどうなるんだろうっていうのは皆さん気にはなってると思うんですけれども、そこはもうぜひ、ゲームプレイしてみてですね、いろいろあれこれと考えてもらえればと思ってますんで、実際にじゃあこのキャラクターたちがまあお話の中で動いていって、イベントシーン結構いくつともあるんですけれども、このイベントシーンはまた立ち絵だけではなくて、ちゃんとそれぞれのシーンに合ったイベントグラフィックというのが用意されてるんですが、実際今回イベント絵担当してるんですけれども、19さんの方で思い出に残るところとか。そうですね。どのイベントCGもすごい込めて書かせていただいたんですけど、特にアイシアの発見されたシーンが、気持ち的にはアイシアらしいなと。はい。もうなんでそこで寝てるのかと。なんでそこで寝れるのかというところが大変彼女らしいというか、はい。なんで書いててすごい楽しかったなって思い出がありますね。はい。ルーシャはどっちかっていうと普通の子なんですよね。雰囲気というかね。そうですね。ただ、アイシャの方はどっちかっていうと結構ぶっ飛んでる人なので。はい。大体お話もね、アイシャがやってきて引っかき回していく感じなので。はい。なかなかね、ネタバレをしないようにしながら、こう、うまく喋っていくのって難しいですけどね、こういうのって、ね。そうですね。まあでも、大丈夫です。これ聞いてる人はもうだいぶね、今日、最後までプレイしてもらってると信じたいので。嬉しいですね。はい。はい。その上で聞いてくださってたらいいんですけど、多分、次回以降かその次かわかんないですけど、ちゃんと皆さんのフォーラムのお返事をするあたりはですね、ちょっとネタバレも混ぜながらお話もしていけるかなと思いますのでね、その時はまたぜひよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい。プレイ終わったら早速言ってもらえると嬉しいです。はい。ご感想お待ちしてます。お待ちしております。はい。
といったところでですね、もう結構お時間も経ってしまったので、次の話をちょっとしていきたいんですけれども、はい、この番組、先週は6月の20日に放送しまして、今日が、ゲームの発売日である6月の27日の放送なんですけれども、次回、普通だったら、じゃあ1週間後なのかなっていうふうに思われると思うんですけれども、実は、次回は1週間後ではなく、もうそのちょっと前の7月の2日。はい。7月の2日。はい。放送がされます。はい。これは日本の現地時間なので、アメリカの方だと7月の1日になりますかね。はい。はい、そうですね。なんでこのタイミングで放送するかっていうと、もうアメリカの人たちだったら、皆さん当然ご存知だと思いますけれども、アニメエキスポが開催されるんですね。はい。なので、先駆けてカラカラの紹介というのを改めてできればなと思っております。はい。で、今のこの YouTube でお送りしているこの放送自体っていうのは、録音して、それをこう番組に再編集して、皆さんにお送りしてるんですけれども、この次回の、7月2日の放送は生放送です。生放送です。はい。はい、緊張します。緊張してます、僕も。はい。そうですね。こういうふうに言ってます。はい。なので、次回は、ライブなのでね、その辺は、ちょっと、皆さん優しい感じで見てもらえると嬉しいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。僕らはこの通り日本語しかオール喋れない人間なので、なんかアメリカの方々にも分かっていただけるような、内容になればいいなと思ってますけど、ひょっとしたらこのまま日本語でずっと喋ってるかもしれないので、その時はごめんなさいね。なるべく分かりやすい日本語を、書きますので。はい。日本語で。はい。そんな僕たちですが、次回は頑張って放送しますんでよろしくお願いいたします。はい、お願いします。で、この生放送、次回の生放送のその次、もう一回だけ放送実はあるんですけども、その放送は、先ほども言ってましたけれども、このフォーラムに寄せられたお便りをですね、ご紹介する、番組になる予定ですので、ぜひ皆さん、なるべくアニメエキスポの半ばぐらいまでにですね、このフォーラムの方にご感想をお寄せいただければありがたい次第であります。嬉しいです。はい、ということで、カラカラ TV2 回分、放送してきたんですけれども、最後じゃあなんか19さん、皆さんに向けて何かメッセージとかありますか？はい、そうですね。一生懸命サンフランシスコのみんなのことを思って、サンフランシスコのいろんなユーザーさんに会ってこのゲームをナチさんと一緒に作りたいっていう気持ち一つで頑張って制作したので、みんなで楽しんでもらえたらいいなと、特に現地の方にはプレイしてもらえたら嬉しいなと思いますので、ぜひプレイとご感想いただけるととても嬉しいです。はい、よろしくお願いします。すごいまともなコメントじゃないですか。どうしたんですか？すごい考えてました。いいなぁ。俺、なんか、バドワイザー欲しかったから、またバドワイザー飲みたいなとか、そんなこと考えてた。美味しそうやったけど。しょうがねえな。しょうがなくはないんだけど。僕の方のコメントとしてはですね、アメリカが、超楽しかったんですよ。もう4回か5回行ってるんですけども、本当に大好きになっちゃって、結構今、僕、アメリカに行くのが楽しみで、仕事してるみたいなところが実はちょっとあるんですけど、そんな結構大好きになったアメリカをですね、自分のなんか創作の中でもやってみたいなっていうのがそもそもの今回の、目的だったので、ぜひですね、このカラカラ自体、2、3とちょっとできれば長いシリーズにしていきたいなというふうに思ってますので、そのためにもですね、皆さんにぜひ、たくさんプレイしていただいて、いろんなご感想を聞かせていただければと思っています。よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。はい。はい、じゃあ、本日発売のカラカラ、この放送をお聞きになった後でも全然大丈夫ですし、聞く前でもいいんですけれども、プレイしていただければと思います。Steam の方で、とか他ダウンロードサイトなどで、好評発売中でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回の放送は、司会私、清なちと、はい、イラストレーターのピーチ Q が、はい、お送りしました。はい、ごめん。出しましたわって言ってほしかったな。ごめん。お送りしました。はい。はい。じゃあ、次回生放送でまたお会いできればと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さようなら。はい、さようなら。